当チャンネルでは、日本神話に登場する神々についてたびたびご紹介してきましたが、日本神話には、ヤタガラスや稲葉の白ウサギ、ワニなどの動物、怪物も登場します。その中でも特に代表的なものといえば、怪物退治伝説として知られるヤマタノオロチでしょう。熟したほおずきのように目が赤く、頭と尾が8つずつ、体には苔やヒノキ、杉が生えており、腹はいつも血でただれている。大きさは8つの谷、8つの山に及ぶほどという巨大な恐ろしい怪物として知られていますが、ヤマタノオロチ伝説とは本当に怪物退治伝説を描いたものなのでしょうか。ヤマタノオロチの姿や伝説自体が他の何かを表しているものだとしたら、今回はヤマタノオロチ伝説とその正体について考察していきたいと思います。日本神話に登場する伝説の怪物、ヤマタノオロチ。古事記と日本書紀で少し記述は違うのですが、古事記をもとに簡単に伝説の概要をお話しすると、こんな感じです。高間ヶ原を追放されたスサノオノミコトは、出雲の日の川の川上にあたる鳥上という地に降り立ちました。スサノオが川を登っていくと、老夫婦と美しい娘が泣いており、夫は芦名槌、妻は手名槌、そして娘は櫛灘姫と言いました。老夫婦はスサノオに言いました。年に一度古紙からヤマタノオロチという恐ろしく巨大な怪物がやってきて娘を食べてしまう。話を聞くと、かつて老夫婦には8人子供がいましたが、今は櫛灘しか残っておらず、今年は彼女が食べられてしまう番だ、という恐怖と悲しみで泣いていたのです。スサノオは、私がヤマタノオロチを倒したら娘をくれぬか、と櫛灘との結婚を条件に、ヤマタノオロチ退治を申し出ました。老夫婦はスサノオをいぶかしんだものの、アマテラス大神の弟であることがわかると恐縮し、その申し出を受け入れました。まず、スサノオは退治に行くにあたり、神通力で櫛灘を櫛の形に変え、自分の髪に刺しました。これについては、女性の有する生命力を得ようとした、櫛の持つ呪力を得ようとした、などの説があります。そしてスサノオは老夫婦に、強い酒を醸し、柿を巡らして8つの門を作り、それぞれに酒で満たした桶を置いて待つように言いました。この酒はヤシオリの酒と呼ばれます。やがてやってきたヤマタノオロチは、それぞれの酒桶に頭を突っ込んで酒を飲み干してしまいます。そしてヤマタノオロチが酔って寝てしまうと、スサノオは戸塚の剣でヤマタノオロチを切り刻みました。ヤマタノオロチを無事退治した後、出雲の地が気に入ったスサノオは、ここに櫛灘と住むための宮殿を作りました。ヤマタノオロチの尾を切った際、尾から一振りの太刀が出てきて、古事記では、スサノオがこれをアマテラス大神に献上したとありますが、これが三種の神器の一つとされ、熱田神宮のご神体にもなっている雨の村雲の剣です。雨の村雲の剣と草薙の剣は別物だという説もあるのですが、今回は割愛させていただきますね。そんなヤマタノオロチ伝説ですが、ただの神話上の物語ではなく、本当にあった話ではないかとも言われているのです。本当に8つの頭と尾を持った怪物がいたというわけではなく、この物語の根源となるものは存在したのではないかということです。それでは、一体どんな説があるのでしょうか。まず一つ目は、ヤマタノオロチの正体はひいかわであるという説です。先述したスサノオの降り立った出雲の日の川というのが、現在の島根県を流れるひい川にあたるのではないかと言われているのですが、ヤマタノオロチの正体が川だったとは、一体どういうことなのでしょうか。日の川は、たびたび洪水を起こして民を苦しめていました。川を司る神は竜神とされており、ヤマタノオロチが竜のような姿をしていることから、年に一度、同じ時期にやってくるヤマタノオロチとは、洪水のことを指しているのではないかということです。確かにこの川は支流も多く、
頭や尾が分かれているヤマタノオロチのようにも見えますし、体には苔やヒノキ、杉が生えているという記述も川であると思えば納得ですね。また、生贄にされかけた櫛灘は、古事記では櫛灘姫、日本書紀では櫛稲田姫、稲田姫などと表され、この漢字の当て方によって、また異なる解釈も生まれています。櫛の字からは、櫛灘は櫛を刺した巫女であり、もともとは川の神であったヤマタノオロチに仕える巫女だったのではないかという説。稲の字からは、ヤマタノオロチに襲われる櫛灘とは、洪水に飲み込まれる稲のことを表しているのではないかと捉えた説もあるのです。そして、それを退治したということは、つまりスサノオはこの治水に力を尽くし、古代出雲王国の繁栄の基礎を築いたのではないかと考えられています。クズリュウ、ヒュドラー、ティアマト、リヴァイアさんなど、日本の伝承に限らず、多頭竜と伝えられる存在は、水神である場合も多いですし、川であるという説は説得力があるのかもしれませんね。しかし、一方でヤマタノオロチは、高度な製鉄技術を持っていた集団のことを指しているのではないか、という説もあります。古代の出雲地方では高度な製鉄技術を持った文化や王朝が栄えていたのではないかと言われており、実際に島根県の遺跡からは大量の鉄剣や野だたらの跡が数多く見つかっています。8世紀初めの出雲の国不土記にも、この地で古くから製鉄が行われていたという記述があります。そしてヤマタノオロチの字には、八という字が使われていますが、八百万の神、八方美人とも言うように、八には漠然と数が多いことという意味もあります。熟したほおずきのように赤い目は製鉄に関わる人たちの炎を凝視する目を表し、血にただれた腹は、製鉄で燃え盛る炎や、流れ出す溶けた鉄を表しているとされています。つまりヤマタノオロチとは、製鉄職能集団そのものを指しているのではないか、ということです。そのヤマタノオロチの尾から出てきた雨の村雲の剣は、まさに高度な製鉄技術の象徴ですよね。ここで言うヤマタノオロチが誰を指しているかについては、朝鮮半島からやってきた一団であるという説や、出雲族のことを指しているという説などがあります。具体的には、朝鮮半島から鉄を求めてやってきた集団をスサノオが追い払った。鉄を求めてやってきた渡来人こそがスサノオであり、スサノオが製鉄技術を持った出雲族を支配した。出雲に派遣されたスサノオが、現地を侵略していたオロチ族と呼ばれる集団を滅ぼして出雲を発展させた。さらには、製鉄技術を欲した大和朝廷が出雲族を滅ぼしたという説もあるようです。スサノオの出自についても色々な説がありますので、また改めてご紹介できればと思います。ヤマタノオロチ伝説が載っている危機は、大和朝廷の権力者たちが作ったもの。朝廷が出雲族を滅ぼし、あるいは心中させ、雨の村雲の剣を献上させたということであれば、その権力を知らしめるためにヤマタノオロチ伝説として残したという可能性は十分にあります。雨の村雲の剣が献上されたというのも、服従の印と捉えることもできますよね。ヤマタノオロチ退治の戦略も、酒に酔わせて倒すというものですから、もし製鉄技術を持つ出雲族に講和を持ちかけ、酒盛りをして油断させて、ということだったとしたら、ゾッとしてしまいますね。答えを出すものではありませんし、正解が出るものでもありませんが、ヤマタノオロチという巨大で恐ろしい怪物の背景にあるものは何なのか、いろいろ考えてしまいますね。いかがでしたか？日本には古くから蛇に対して信仰観念がありました。蛇は脱皮を繰り返して成長することから、死と再生を繰り返す不死の象徴ともされ、畏怖や畏敬の念を抱く神秘的な生き物として捉えられていたのです。縄文時代の遺跡からは、蛇の衣装を用いた特徴的な道具や、蛇の骨が入った土器なども見つかっており、古く格式の高い神社には、蛇神を祀っているところも多くあります。現代でも用いられるしめ縄や鏡餅も、蛇信仰の名残ではないかとも言われています。
蛇信仰についてはまた改めて詳しくご紹介できればと思いますが、ヤマタノオロチが蛇のような姿で描かれているのも、日本のそういった信仰観念の表れなのかもしれませんね。ヤマタノオロチ伝説も含め、日本神話には、ただの物語ではなく、裏に事実が隠されているのではないか、と言われているものがあります。大国主の国譲り伝説などもその一つですね。この話は、この登場人物は何か別のことを指しているのかもしれない、と想像しながら日本神話を読むのもまた面白いかもしれませんね。